どうも、福安ガレージです。今回は薪ストーブを作っていこうと思います。皆さん薪ストーブ持っていますか？あれいいですよね。暖かいし、何よりガラス窓から見える炎めちゃくちゃいいですよね。今回はコンパクトで次世代型の薪ストーブ作っていこうと思います。それでは制作に取り掛かっていこうと思います。かかっていこうと思います。まずは部材を用意します。3ミリの鉄板をサンダーで切断。細かい部品は削り出します。部材の用意ができました。これで部材の7割ですね。部材に毛書きをしていきます。全部毛書いていきます。毛書いた箇所にポンチを打ちます。はい、ポンチが打てましたね。はい、では毛書き終えたので次の工程に行きましょう。4ミリのドリルをセットします。万力に固定して毛書いた部材に穴を開けます。どんどん行きましょう。穴開け完了。薪の投入口くり抜いていきましょう。サンダーで切り込みを入れます。開いた穴に刃を通して手の甲で切っていきます。くり抜いた箇所をヤスリがけしてきれいにしていきましょう。レーザー加工機欲しい。まあ人力でもきれいにできるんだけどね。扉を作っていきましょう。切断機を使います。扉にも吸気するための穴を開けるので毛がいていきます。1箇所は取っ手をつけるので M4 タップします。扉こんな感じ。扉の取っ手作ります。試しに取り付けてみます。見てください。なかなかうまくできた。旋盤で長板の部品を作ります。まあ細かい。この小さい筒と棒が長板になります。さて次、溶接していきます。本当に細かすぎて何回かやり直しました。これすごくないです？これ長板考えたやつ天才だろ。長板の起源調べたら室町時代からあるらしい。どんどんいきましょう。ガラス窓作ります。耐熱ガラス。ガラスなんて初めて切ったから切り口ガビガビは勘弁して。二次燃焼にするため中で鉄板敷けるようにします。はい、できた。それでガラス窓こんな感じになるよって。
ガラスを固定する金具作りました。ネジとナットでつけたら、ガラスをここに入れます。あとはナットを締め付ければガラス窓の完成。いいね。ガラス窓からいい炎見えそうですね。次、本体の溶接やっていきましょう。まずは点付けで仮組み付け。ジグを使って寸法の確認をします。寸法が正確ならこれも点付けです。点付け完了。寸法も問題ないので溶接の本付けに移りましょう。溶接痕はサンダーで平らに削ります。本体ほぼ完成です。それじゃあ上の蓋を製作していきましょう。蓋の部品は何個かあるので順番に作っていきます。まず一つ完成。これが何に使うかは後ほど。煙突作ります。できました。これが煙突になります。はい、じゃあ次。蓋に 25mm の穴を開けていくんですが、大きい穴は一気に開けると切り口が汚くなるし、ドリルにも負荷がかかるんですよね。なので綺麗に囲いしたいのであれば、ドリルを段階的に大きくしていくと綺麗な仕上がりになります。まず 10mm から、次は 15mm、 最後に 25mm。 こんなバカデカドリルめったに使わない。綺麗に開けれたので溶接していきます。溶接終わりました。さっき作った煙突をここにはめれば、はい、蓋の完成。工場にグラスファイバーがあったので扉の内側に貼っていきます。耐熱接着剤を用意しました。塗っていきます。グラスファイバーを貼って重しをしておきましょう。これでしばらく放置です。うまく貼ることができました。それと本体に取っ手の固定部取り付けました。じゃあ試しに扉つけてみましょう。こんな感じ。扉できた。すごい。薄い鉄板用意しました。穴を開けます。万力に固定して叩いて曲げます。薄鉄板ができました。何に使うかというと、これを中に入れて薪を乗せるところですね。使い終わった後はこうやって中を掃除できます。あとは耐熱スプレーで塗装していけば完成しました。こちら手のひらサイズの薪ストーブです。見てください。これめちゃくちゃかっこよくできたと思いませんか？鉄板があるので上の蓋を開けて鉄板を中に入れます。
この上に薪を置くことで下からも空気が来て薪がよく燃えるということですね。こちらがガラス窓になっているのでここから炎が見えます。蓋を閉めて、こちらジョイントのステンレスの煙突を作りましたので、これをここにはめます。この穴が調理用の穴になっているので、使わないときは蓋をしておきます。調理する際はここを開けてこの上で調理をするということですね。どうですか皆さん、これめちゃくちゃ良くないですか？では早速火入れをしていきましょう。はい、じゃあ外に移動してきたんで、これから火入れをしていきたいと思います。工場にいい台座があったんで、ただ切ってきてここに乗せました。この割り箸と焚き付け用の薪買ってきたので、これを燃料にしていきたいと思います。でこの割り箸をじゃあ小さく、まあこんなもんでいいかな。無事つきましたね。よかった。であとはこれ蓋をしておいて、それじゃあ中で薪に火がちゃんと燃え移るまで、その間にお肉の用意していきましょう。はい、薪ストーブで焼くいいお肉買ってきました。多分高すぎてどの部材よりも高かったですね。塩と胡椒、これで準備完了です。じゃあこのお肉を焼いていきたいと思います。なかなか火がつかなくて苦戦しているんですけども、今回こちら表面温度が測れる機器用意しましたんで、ちょっとこれで測っていきましょう。よっ、あ、一応ね115度とかは出てるんだ。もう151度、結構温度上がってますね。まあまあいいとこまでは行くんですけども、やっぱ途中で消えちゃいますね。だから鉄板が暖かくなってお肉が焼けるまでの温度に行かないんですよね。これね、やっぱ割り箸だからね、すぐ燃えちゃうんですよね。焚き付け用の薪が使えれば良かったんですけども、焚き付けの薪もあんま良くなくらしくて、薪ストーブ小さく作りすぎちゃって薪がよく燃えない事件が起きたんで、ちょっとこれまたリベンジしていきたいと思います。リベンジです。今回いろいろと用意してきました。まずこっち下に敷く鉄板なんですけども、網にしました。こうすることでもっと空気が入るんじゃないかと思って網にしました。天然の着火剤用意しました。よく燃えるやつですね。割り箸ぐらい細いんですけども、まあこっちの方がいいかなと思っていくつか用意しました。じゃあ早速つけていきましょう。そこそこ燃え移ってきたんで、これで蓋をします。いい感じに燃えてますね。あ、ガラス窓が、ほらここ奥の方に炎が見える。いやー、癒されるな。やっぱり天然の薪にして正解でしたね。中でよく燃えてます。お肉が焼けなくてちょっと残念だったけど、まあよしとしましょう。皆さん、今回の制作いかがだったでしょうか？やっぱり割り箸じゃダメでしたね。天然の薪最高です。今回の制作が面白いと思った方はチャンネル登録と高評価の方ぜひよろしくお願いします。それではまた次回の制作でお会いしましょう。バイバイ。あったけー。